雨竜丹田と石狩丹田北部から来た石炭貨物列車が合流する重要なジャンクション海老島駅を出発。この草むらにもレールが敷き詰められ、 SL を先頭にした石炭貨物列車が出発を待っていたんだろうな。開けていた平野の風景が一変、ここからは森と山の景色、海老島峠を越える。現代の技術力をもってすれば長いトンネルで一直線に峠を貫くのだろうが、明治43年の技術力だとそう簡単にはいかない。それゆえに坂をくねくねと登って峠を越える。将来走るだろう SL が引っ張る重たい貨物列車でも坂を登ることができるように、明治時代の人たちが考え出したアイデアが今でも見受けられる。オメガループと呼ばれるこの路線の線形、同じ高さを登るのなら距離が長いほど勾配は緩やかになる。つまり路線をわざとオメガの形状に曲げて距離を長くすることで上り坂を緩やかにしている。10パーミル、つまり100メートル進むと1メートル上る勾配以下に抑えられているそうだが、それでも芦別赤平から来る重たい石炭貨物列車は SL1 両の力では足りず、最後尾にもう1両 SL をつないで峠を越えたそう。通常は海抜の高い位置にある炭鉱から海抜の低い港へ石炭を運ぶから、石炭を満載した貨物列車が坂を上る光景は珍しかったらしい。今では身軽な国鉄型機動車が澄ました顔で峠を越える。海老島峠を下ってくると、峠の下にある峠下駅に到着。わかりやすい名前だな。峠を越えて安堵する、もしくは峠越えのために万全の準備をする SL と乗務員を見守り続けてきた木造駅舎が残る。タブレットを交換していたのだろう。上下列車の運転席が向かい合って停車する千鳥配置のホーム。今では留萌本線唯一行き違いができる駅。SL 列車よりも小さな音を立てながらディーゼルカーが峠に挑む光景。あと少しでその音も消えるのか。並走する深川留萌自動車道は平成10年深川西インターチェンジから伸ばし続け、令和2年留萌インターチェンジまで全線開通。バスや自家用車で留萌まで行く利便性を大きく向上している。間違いなくこの地域における歴史の転換点。もうすぐなくなる鉄道に乗ってそれらを見られたことが感慨深いよな。木材の搬出でにぎわった幌ぬの町が見えてきた。北海道で多く見られる車掌車を改造した待合室。車掌車は貨物列車の最後尾に連結され、後方から安全を確認する車掌さんが乗務していた。留萌本線を走る石炭貨物列車にも車掌車が連結されていたから、ひ
ひょっとしたら石炭貨物列車に連結されていた車掌車かもしれない。ある意味これも石炭輸送の液商人なのかな。オメガループほどではないが、線路をループ状に敷いて勾配を抑えていると思われる箇所がある。この直線の道路に沿えば近道となるが、そこを通らずにぐるっと迂回する。さっきのオメガループもそうだが、深川駅方面へ上る勾配も緩やかに抑えられているよう。確かに留萌港で石炭を下ろして炭鉱に帰る空の石炭貨物列車とは言っても、石炭貨車の自重は15トンもあり、400トン近い編成を引っ張るのはたやすいことではない。あるいは深川方面への石炭運搬も想定されていたのだろうか。おお、これは珍しいな。待合室の部分だけ残された木造駅舎。全部取り壊されるよりは、こうやって一部でも残っている方が嬉しいレトロ旅。峠下駅に似た駅舎だったんだろうな。藤山さんの農場に建てられた藤山駅。自分の家に駅があって、しかも自分の名字と同じ駅名。なんとも羨ましい話。大和田駅。今では変哲のない駅だが、かつては駅のすぐ裏手に大和田炭鉱があり、3000人ほどの人口があったそう。明治33年から幾度と経営者を変えながら、昭和34年に閉山。今でも石炭を吐き出した鉱口、ズリと呼ばれる商品にならない石炭を捨てるトロッコのトンネルなどが残る。石炭を貨車に積み込むホッパーもおそらくこの辺りにあったんだろうな。留萌本線が開通するまでは、留萌川を船で留萌港まで運搬していたのだとか。大和田炭鉱のメインストリート、丹山道路を横切る。踏切の名前って昔から変わらないものが多く存在していて、炭鉱とかすでにないものが名前で残っていると嬉しくなる。次はいよいよ終点留萌駅、ラストスパート。石炭から石油を作る一大プロジェクト、人造石油。昭和3年頃、石炭液化研究の必要性が議論され始め、昭和13年に北海道人造石油株式会社が設立された。現在は留萌市立病院が建つこの辺り一帯が北海道人造石油留萌工場の敷地だった。航空写真を見ると、この辺に貨物のヤードがあり、それぞれ流縮、合成、
脱硫水性ガスと名付けられた工場に引き込まれている。戦後ほとんどの資料が焼却処分されたが、保存されていた方がいて、今日でも詳細な名前を知ることができるらしい。人造石油最大の見どころ、研究所の建物が陸上自衛隊留萌駐屯地に残されている。真ん中に塔が立つ美しい建物。人造石油の生産は滝川の本社工場で行われ、留萌では名だたる研究者を集めて研究がなされていたそう。結局大量生産はかなわず、昭和20年停止。もし人造石油の大量生産に成功していたなら、今でも多くの炭鉱が操業し、石炭貨物列車がたくさん走り、留萌本線も廃線のハの字もなかったんじゃないかな。人造石油用の線路が留萌駅の構内側線として残されている。この線路はこの先手塩鉄道とつながり、手塩炭鉱で採れた石炭を人造石油工場まで運んでいたことがわかる。広い留萌駅の構内、たくさんの石炭車が行ったり来たりしていたんだろうな。詰め所や車庫などはおそらく当時からのもの。今でも使われているのかな。跨線橋から見ると、人造石油の線路が残っている様子がよくわかる。現在は塞がっているが、この跨線橋はさらに先の羽幌線のホームまで伸びていた。昭和44年だと12時18分羽幌行き、羽幌で1時間待って15時発に乗れば、17時8分に宗谷本線の幌延まで行ける。ただいまから12時18分発香川行きの改札を行います。ご利用のお客様は1番乗りは右手の車両にご乗車ください。さらに昭和42年まで遡れば、手塩炭鉱鉄道の SL 列車で達布駅まで行けた。今では留萌本線のみ、そして間もなく鉄道そのものが消える。小樽、室蘭、苫小牧、そして留萌。石炭の積み出しで栄えた港を擁する駅の駅舎らしく、頑丈で堂々とした雰囲気の建物。昭和42年建立。駅の構内にそば店があるのはありがたい。ニシンで栄えた町らしい。ニシンそばは廃線になってもぜひ残ってほしいよな。留萌本線はこの先も益毛駅まで続いていたが、2016年、平成28年に廃止となった。